はじめまして、あっさんです。築49年の戸建てを DIY できれいにしていきます。ど素人ですので、どこまでできるのか、ちょっとそういうのをね、いろいろ失敗しながらちょっと一生懸命やってみたいと思います。まずは内覧からですね。ちょっと外側からですけれども、ちょっと北側はあまり日が当たらないので結構ちょっと心配はしているんですけれど、ちょっとこう水はねまだ出なかったですけど、結構壁とこれ軒天がこうもうボロボロですね。よくこんなめくり上がったもんで、ここの家もともと実は会社をしてたっていうところもあって、なんかこういうちょっと脚立とかはしごとかなんか足場とかが残ってたりしますんで、またこういうのはまたゆくゆく引き取ってもらおうと思っています。こう裏門っていう裏の扉なんですけども、このベニヤ板なのかもちょっとボロボロでしたね。もう扉の役目をなしてない状態でしたね。ガスはもちろんね今は止まってますが、プロパンの予定です。ここにもボロボロの倉庫がありまして、この中もですねもう残地物がもうぎっしり詰まってましたですね。やっぱりこう49年となると壁に外壁にちょっとこういうクラックというかひびがやっぱ目立ってきますから、またこういうのも隠していきたいと思います。これスズメバチの巣がありましたけど、中はいないと思うんですけど、ちょっとびっくりしましたよね。これ怖かったですわ。やっぱちょっと倉庫の荷物、でもこういう脚立とかね残してくれてるんで使えるのでありがたいですけどね。外壁もまたペンキを自分で塗っていけたら塗っていこうと思います。こう古いウッドデッキなんでね、こうちょっとこれも解体してまた新しく自分で組み立てれれば組み立てます。これ波板ももうボロボロで半分欠けてましてですね、こういうちょっとね道具はありがたいですね。この家ちょっと結構ね植木が多くて、ちょっとこの辺り柚子みたいなのもあったんで、それだけ残して、あとも全部ちょっと伐採抜根していこうかなと思っています。これ玄関ですね。結構玄関は思ったより悪くなくって、いいなと思ったんですけど、でもすぐにですね土壁がもう砂壁というか土壁というかもうこれ土壁ばっかりでして、ちょっとここをどうしようかっていうところですね。これトイレですね。トイレの中も二度見しましたけど、これ土壁でしたね。これは一応水洗なので下水も通ってますからありがたいですね。ちょっとこれも変えていきたいと思います。やっぱりちょっとパッと見はねあまり荷物なさそうに見えるんですけど、いや結構ねこれ見てください。このリビングにもりもり、これはねちょっと手がかかりそうですね。なんかこう電球とかなんかそんなんが結構ありましたね。あとこういう畳にちょっとこうシートを引いてるような感じでしたけど、やっぱこう畳でしたから、この辺も全部フローリングというか、クッションフロアに変えていこうかなと思います。こういうのちょっと捨てていいのかどうかちょっと微妙に迷いますけど、ちょっと仕方ないですよね。あとこういうちょっと外壁、外壁ですね。この壁とかもきれいにして、まずはやっぱり残地物の撤去からスタートしないといけませんね。結構あったんですよね。
今回ちょっと父親と2人で、まずは始めようかということで来ています。これキッチンもう一回見ようと思ったんですけども、ここまででストップ、入れません。もういっぱいでした。ここがね唯一使えるこの水の、洗面台、これもね化粧台綺麗なのに変えて使えるようにしたいですね。ちょっとどこまでできるのかってとこですけど、ちょっとこういろんな人にアドバイスもらいながらやっていこうかなと思ってます。お風呂もねこういうちょっと昔のピンクのタイルに青の浴槽で、こういうのもちょっと変えていけたら変えていきたいですね。なんかこうシャワーヘッドがないのにシャワーのなんかこう置く場所がねついてたりと、なんかこうちょっとこうっていうのか感じで、この辺もねちょっと変えていきますので、やっぱりちょっと古いですね。ここからちょっと2階へちょっと行っていきます。階段は結構ねしっかりしてて、そのままでいけるかなと思いますね。でもびっくりしたのは、この階段の上になぜか手の届かないカーテンと窓っていうね、これどうしようかなと思いましたね。2階の洋室ですね。ここが一番マシと言ったらあれですけど、綺麗な部屋なのかなと思いましたね。日当たりもねこっちはいいですし、ここはあまり手を加えないでもいいのかもしれません。これ2階にもトイレがあって、トイレこれね水漏れするって言ってましたから、ちょっとこれもね変えていかないといけませんね。こっちは和室ですね。和室にまたこうシート、畳の上にシート貼るというね、ちょっと昔のあれなんでしょうけど、ここにはもうカーテンに変えたから外したこういう障子とかが積んでありますね。なんか雨漏りをしているような形跡、なんかあるようなないようなって感じで、結構綺麗なんですよね。でもこれからなんとかねやって綺麗にしていきたいと思います。1回目はこういうちょっと内覧という形で、2回目からはちゃんと横向きに綺麗に撮っていきたいと思います。では。